雑談です。婚姻届です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたんだろうな。作業を進めながらですね、夜水道橋博士のザ・テレテレビジョンがありましたんで、それの配信をやりに行っておりまして、僕は全然ってこともないですけど、太田さんが炎上してるのはまあニュースかなんかですぐにね知ってたんですけど、その炎上に博士も炎症されていたっていうのは知らなくて、だから全くこう知らない人は知らないところでああやってね、こんなによく一緒にいるのに、知らないところで燃えてるもんなんだなっていうのを本当にまた感じましたね。本当にだからごく一部の人がやって本当にあんなもんダッピーとかあんな連中だろうって思っちゃいますけどね。なんていうんですかね、わーわー言ってる人の一体どれだけの人がね、ああやって騒いで、声のでかい一部の人が騒いでるんだろうなって感じで、それをまた結果的に数字というかね、こうビュー数が稼げるとかインプレッションがいいからとかっつって、結局やっぱりそうやって商売にというかね、結びついちゃってるのがこのところの一番の問題なんじゃないかなって。本人です。はい。今ね、ラジオのアプリと同時にこれやってるんで、ラジオの方も反応しながら話しておりますが、原田専門家本人でございまして、話戻しますと、そのね、炎上商法とか炎上マーケティングがあれが商売になっちゃってるっていうこと自体がその社会の仕組みとしてね、それは一つ問題だなとは思いますね。迷惑 YouTuber とかも結局そういうことだもんね。だから騒がれて問題提起して注目集めればっていうビジネスモデルがねできちゃってるというか、そこをフォローします。ありがとうございますね。なんとかしていかないと良くならないなとは思いますね。これ日本だけに限らずとは思いますけどね。それはまだまだなんていうんですか、こういう SNS が登場してね、まだ10年も経ってないでしょ。だからそういう問題が出てきて、これからの課題なんだろうなと思いますね。だから今後若い頭でね、そういうのはダメだっていうのをね気づいてというか、こうしたら良くなるよっていう人が出てくるとは思いますんで、ね、そういう人らに頑張ってもらいましょうとは僕は思いますね。で、ドラマの話いきますか。見ましたですわ。婚姻届に判を押しただけですがの3話目ね。もうなんつったらいいのかな。僕このドラマを見てる理由は、僕の理由は3つありまして、1つが猫が出てくるね、おもちという猫ね、猫可愛いじゃないですか。猫が出てくるのと、あとショコタンが出てくるんですけど、3話目はあんまりっていうかほぼ出番がなかったんじゃないかな。出てなかったような気がするな。でもう最後の一つが清野奈々さんと私共演ってそんなもん言ったもん勝ちですからね。共演をしておりましてね。というのも東京トライブ、園子温監督の東京トライブという映画に私エキストラで出ていましてね、その時に何回か同じシーンでアクションなんかをしておりまして、僕がやってたのはアクションじゃなくて
あれは確か札幌のね、札幌だか北海道だかのラッパーチームと最後のシーンでね、乱闘シーンがあるんですけど、そこでボコられるっていうエキストラで言っておりましたね。そんなこんなで、清野さん、その頃から、あれは2013年、14年公開ですか。13年に撮ってて14年公開だったんです。そこからずっとね、気にして見てたんで、主演ドラマが始まるってんで、その前のね、白黒をつけるミスパンダも見てましたよ、当然。ね。誰も覚えてないでしょ。ミスパンダやってましたからね。そんなんで、その婚姻届に判を押しただけですが、見ておりますが、この3話でね、冒頭、漫画を読んでる、漫画、なんていうんですか、なんてスマホで見る漫画を読んでて、そこでこうハグのシーンが出てくる。これが、ね、この読んでる漫画とこれまたドラマの本筋とかね、超微妙に絡んできて、こう最後に効いてくるっていうね、なかなか憎い演出をしてるんですけど、こんなね、そう漫画を読みながらこんなことあるわけないじゃないとか言いながらも、どっかそれがね、こう頭の中にあって、で結果最終的にそれと同じ状況というかね、同じような環境に自分もなっていくんですが、これってまさしくというかね、昨日のその水道橋博士さんのザ・テレビジョンの中でも語られてましたけども、ジョーカー問題ですわ。本当に慶応の事件を起こしたね、京王線で火を放ったジョーカー問題と同じで、だからジョーカーを見てそうやって耳目を集めるというか、起こした犯人というか容疑者自身は自分が死にたいけども自分で死ぬことができないから死刑になりたい、死刑になるには2人以上殺せばいいっていう、もう短絡的というかね、まずその仕事につまずいてとかね、なんかしちゃった時にもう死んじゃいたいってその考えになってしまう気持ちもわからなくもないですが、そうじゃなくて、こうなんていうのかね、こうもう本当に生きていればね、面白い。僕も何度もそういう思いをしたことがある。もうね、いなくなってしまった方が楽だなとかね。僕は芥川龍之介が大好きだったんで、芥川龍之介も年齢も忘れました。36でしたっけ、37でしたっけ、34でしたっけ、その辺で亡くなって自殺してるんですよね。だから芥川龍之介を読んでる時には僕もその36、36歳って覚えてるんですけど、多分その覚えが違うんですよ。37歳だったかな、9歳だったかな、その辺でそれ以降の人生が僕にはないもんだと思ってたんですね。ところがその36だか7だか、もうその年齢をもう忘れてるぐらいですからね。誕生日迎えた時に、僕は生きてていいんだって思った時にね、死にたい言い訳にね、聞こえます。そう37だかのね、芥川龍之介より生きてるって思った時に、僕は生きてていいんだって思った時にね、こうなんか本当に辛いことがあっても生きてれば何かしら楽しいことありますよ、本当に。だから当時36、7の時は猫がまだ3匹だったかな、もう4匹だったかなね。長生きすれば猫も増えてきますからね、楽しいじゃないですかみたいなことがありますんでね。っていうのがそのドラマの中でもその冒頭の漫画に影響されて、最後ね、これはそのジョーカー事件とは違っていい方に影響されてるんですけども、ハグをして間すっ飛ばすとハグをすると、これは友達としてのハグですか、それともみたいなところで、ちょっと最初は偽装結婚ねだったんですが、ちょっとこれはみたいなことになるのが3話なんですけど、そのねいきさつっていうのを清野菜名さん、役名で言うと明菜さんですかがデザイナーをやっておりましてね。でその
結婚したっていう、ご祝儀代わりといってはなんですが、チャンスをもらえたんですね。この埼玉のさいたま市でやるイベントのデザインをのコンペに出てみないかと声をかけられて、それで頑張ってやるんですけども、それはなんていう、これはチャンスをもらったんだって言われて、そこで頑張ってやるんですが、でそれがね、この偽装結婚している旦那さんの会社の上司ね、のからの提案で、プレゼンはその岡田さん、増田岡田の岡田さんが喋りはわしに任しとけみたいな感じで、デザインだけちゃんと上げてくれたら喋りは俺がやるからっつって、いざプレゼンの日になったら体調不良で来れなくて、で自分でプレゼンをしようとするんですが、たどたどしくなっちゃって、そう岡田さんが出てる、いい役で出てましたよ。でプレゼンがうまくいかない時に旦那さんが、岡田さんが上司なんでね、で駆けつけたのも家でそのデザイン案とかその資料を見てて、これはいけるなって思ったんで駆けつけたっていうのが最後語られて、それでハグをするんですけどもっていうね、なかなか3話目全部通して徐々にこの2人の関係がね、最初は本当に理想結婚でみたいなところで無理やりというかね、借金を肩代わりしてもらってるんで、それでって思ってたんですけどもっていうところで、4話以降がこれが本当に楽しみになってきたというかね、ドラマになっておりまして、しかしね、僕このドラマを見てて一つ違和感があって、そのラストシーンでね、2人でお酒を飲みながら、いやプレゼンうまくいってよかったねってハグするシーンの後だったかなに2人で話してるシーンがあるんですけども、猫がねいないんですよ、そこに。僕はゲージに入れて飼ってるんだろうなっていうね設定はあんでしょうけども、ここに猫をね、猫動物使ってね撮影するとなかなか言うことを聞いてくれないので難しいっていう状況あるにしても、猫を飼ってる家で2人で話してるところに猫が出てこないっていうのは、そこに僕は違和感を感じてしまってね、誰もそんなとこ注意して見てないと思うんですけど、猫飼ってる身からすると、もう本当に猫いないんだとか思っちゃうんですよねっていう、それは本当にどうでもいいというか、どうでもいいんですけどどうでもよくないというか、猫好きはそこは黙っちゃいねえぞっていうのはちょっと見てて思いましたけども、ゲージに入れてるんでしょうねっていうところでね。そう、確かにね、猫はね調教が難しいというか、言うこと聞かないですからね、そこがいいんですよ、猫ってね。身勝手というか勝手でねみたいなドラマを見ておりました。これ YouTube 版はもうね、10分ちょっとで切るんで、もうこれでね、そんなドラマだから、僕はすごくいいドラマだと思ったんですけど、ラストシーンに猫がいてくれたらなって思った回でありました。あとね、しょこたんが出てなかったんでね、楽しみはもう半減どころかね、3分の1ぐらいまで減ってましたけども、いいドラマで来週以降も楽しみなのと、ちょっかいを出してくる間宮さんっていうね、深川舞さんが演じてるんです。これがまたね、いい味を出しておるんでね、ぜひ見逃し配信ありますのでご覧になってくださいといったところでね、 YouTube 版はこれでおしまいです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと